し。今、家の中に入りました。説明のあった通り、玄関からではなく、車庫から入ってます。ああ、確かにそういうことだね。こっから入るんだ。今これ、車庫。外はまだ明るい。ここから入っていきます。うわぁ。うわぁ。気味が悪いね。どうも、大間が時フィルムのヒロト。どうです。どうも。どう。今回なんですけれども、視聴者の方から一件の依頼をいただきました。一軒家の調査依頼なんですけれども、結構きつめの内容なんですよ。今から内容をお話しするわけですけれども、かなり、ナイーブというか、慎重に調査をしていかないといけないなというふうに思っております。まずその内容なんですけれども、DM をまず読みます。こんな感じなんですね。今回相談したいのは、昔から家族の間で幽霊が出る家と言われている親戚の家のことです。その幽霊というのがそこに住んでいた自分の叔父なんです。叔父は借金とか不倫のトラブルで精神的に追い詰められてしまって、最終的に自分の部屋のエアコンに紐をつけて自殺したそうです。亡くなった後も親族の中では自業自得だみたいなことをよく聞きました。叔父の部屋には今でも自分で描いた自画像が貼ってあります。それが自殺する直前に描いたものらしくて、不謹慎だけど親戚の間でもちょっとした噂になっていました。先日友達と2人で軽い肝試しのつもりでその家に行ったんです。夜中に入って2階の奥にある叔父の部屋でその自画像をスマホで撮ろうとした瞬間、自画像の顔が歪んだように見えて、同時に部屋の角に人がいるって友達が叫んだんです。その瞬間パニックになって2人で飛び出すように家を出ました。車に戻ってから何が見えたのか聞いたら、友達は顔が黒く潰れた人影が立ってて口だけ笑ってたと言っていました。もし可能であれば現地に行って友達が見たあの存在が叔父だったのか調べていただけないかと思い DM しました。改めて要約するとですね、まず一軒家がありましたと。で、古い一軒家です。2階建てです。で、そこが今も空き家です。ただ、もともとですね、その今回依頼してくれた方の遠い親戚の方が、最後ね、一人で住まれてたという家なんですね。で、今お話しした通りですね、その家では2階の一番奥の部屋でその親戚の方が自ら命を絶って亡くなってしまっています。その亡くなる直前に自分の自画像を描いたっていうふうに言ってまして、その自画像がその部屋にね貼ってあるということなんですね。それが原因かどうか定かではありませんが、ここは結構特殊な部分で、依頼者さんの一族の中では、そこではその方の幽霊が出るっていうふうに有名というか、こう話されているみたいなんですね。ちょっと特殊だよね。若干不謹慎であります、正直。それを知っていた依頼者さんが友達と2人で夜中にね、肝試しですよね、鍵を借りて行ったと。その自画像を見ようとして行ったわけですね。そこで先ほどお伝えしたようなことが起こってしまったと。で、我々の方にその調査がやっていたということなんですよ。でですね、今ねこれ撮ってるのも深夜に近いですけれども、私ヒロ本日明るい時間に行ってまいりました。行ったんだ。もう行ってきました。行ってきたんですか。撮影してきました。昼の映像。そうなんで明るい時間の撮影がちょっとしたかったんですよ。映像が撮りたくて、で今日僕休みだったんで行ってきたわけですね。これはなかなかハードです。昼でも。昼ハードでした。マジで。やっぱりマジの場所なんで、その心霊スポットのいわく噂、本当それっていうような噂があるような心霊スポットとは違って、本気の場所なんで、その先入観もありつつ、やっぱり昼間なのに、こういった家あるあるというかありがちですけれども、部屋の中がやたら暗いんですよ。あるね、確かに。もう入った直後からなんか2階誰か歩き回ってないかとか、なんか話し声とかそういったものも聞こえるような気がして、なかなかハードな昼間なのに撮影だったんで、まずそちらからご覧いただこうと思います。こちらです。
うわぁ、気味が悪いね。もう何十年も無人の状態なんで、土足の許可を得ています。確かにかなりね、床もほこり、ゴミが散乱していて汚れてはいるな。じゃあ入っていこうか。お邪魔します。お邪魔します。あ、カビの匂いがすごいね。電気つけるか。あ、すごい。雨漏りがすごいですね。外はまだ明るい。仏壇がそのままだ。当然ながら家はないけど、立派な仏壇がそのまま放置されてますね。これおりんか。お邪魔します。昼間だけど、やっぱり薄暗い。こういった幽霊がね、未だにいる家あるあるなんですけど、すごい、湿度がすごい。で、もうカビもね、異常な速度で繁殖していて、痛みが激しいです。昼間だけど、かなり厳しいですね。ずっとここに居続けるのは。まあ、確かに人の気配を感じます。もうすでに。とりあえず、1階をぐるりと見ていこうか。この先は庭なんですけど、もう雑草が僕の背丈よりもかなり伸びてしまっていて、あまり外の様子は確認できないですね。ここが玄関か。うん。で、玄関はもう開かないということで、僕は今車庫から入ったわけですけど、うん。だいぶ匂うな。ここは物置か。後から改築されたもののようだな。ああ、ここもでもカビすごいな。これは仏具か。なんかじっと跡をつけられてるかのような感覚がもうすでにあるな。隙間から覗かれているような。小さく低い声で男性の声が聞こえるような気もします。全くの、当然僕しかいないので無音なんですけど、その無音の中に耳鳴りのような形で人の話し声が聞こえるんだよね。とりあえず、今ここ1階なんですけど、まあ1階は多分もうあとここだけだよね。ここはキッチンかな。最後にここに住んでいたのはなんか足音みたいな。足音みたいな歩き回る音が聞こえるね。最後にここに住んでいたのはまあそう長くはなかったみたいですが、これがキッチンか。かなり狭いキッチン。ここ2階か。
こが2階か？なんか中2階みたいな。おそらくこれは車庫の上だよね。ここのことなのかな？ここが1階で全部。で2階？ここが2階なのかな？大きくなったね。誰だろう。まあ物置だよな、でも。ここにおじは暮らしていて、ここがおじの部屋なのかな。で、ここで命を絶った。どこにあるんだろう。ここにあるものは全ておじのものなんだろうな。すごく立派なレコードプレイヤー。これもおじの趣味かな。冷え付き人形だ。これは僕らも一回視聴者さんから送られてきた呪物であった冷え付き人形。なさそうだけどな。都にてカセットテープないな。この部屋にはない。どこだろうね。だいたい2階の行き方って玄関の近くなような気がするんですけど、基本的にはこの奥が車庫だな。あ、やっぱそうだね。もう一回向こう見てみるか。こっちにあったのかな。ないよな。あれ2階どこだ？なんだあれ。なんか不自然だな。あ、これじゃないか。あ、ここじゃないか。塞がってる。あ、違う、これ立てかけてあるだけだ、襖を。あ、これだ。ありましたね。ドア代わりにしてんだ、この襖を。あった、ここだ。暗いな。なんでこんな暗いんだろう。なんだこれ。窓を襖で塞いでるわ。なんかあれだな、あんまり行けないようにしてたのかな。そんな噂があるから。でも紹介者はこれ行ったってことだよね。あ、めっちゃ暗いんだけど。なんで襖で。めっちゃ暗い。じゃあ入ります。
ごい狭い。これは4畳の和室。あ、雨戸が全部閉められてるんだ。だから真っ暗なんだ。まあここの部屋ではないよね。ここは押し入れ、何もない。天袋もないな。こっちなんだろうな。こういうね、襖がこれ逆になってるじゃないですか。これなんか襖のこの入れ違い逆になってるのはあんまり良くないって聞いたことあるんですよね。不吉だと。うわ、暗い。真っ暗だ。うわー、ちょっときついな。ちょっとこの部屋きついな。すごいわ、この部屋だけ異様に湿度が高いし、すごいひんやりしてるわ。実際の温度が低いかどうかわかんないですけど、体感的にすんごい嫌な背筋がゾクゾクするような嫌な冷たさあります。ちょっとね、もうこれパッと見でわかる。整理したんだろうね、最後。ここで命を絶ってる。で、整理整頓してあるのがわかりますよね。あった。あれでしょ、自画像。なんだこれ。なんだこれ。なんでこんな風になってんだろう。電源ついてるわ。これ誰か撮影してるんだ。ともあれ、これが問題の自画像で間違いないだろう。これがおじが自直前に描いた自画像。ちょっときついな。この台を使ったんだろうな。このエアコンを使ってこの台から飛び降りた。これはでもちょっと依頼者にも確認しますが、後から誰かがやったんだろうな。これ電源がこれつけられてたっぽいもんね。電源切れないようにこれずっと録画中でこれを撮った形跡がある。きついな。ちょっとね、人のこれおじかどうかは分からないけど人がいますね、間違いなく。なんかちょっと開けとくか。人の呼吸音が聞こえるんだけど、何？気のせいか。外はまだ明るいか。なのにこの暗さ。雨戸がね、これ締め切ってあるとまた別で。けどなんでこんな全部閉めてんだろうな、この部屋。なんか理由があるのかな。
まるで閉じ込めてるみたいですよね。お家を、この部屋に。うわ、これ。同じ人かな。ちょっと、おかしいな、これ。多分これおじだと思うんですけど、わかんないんですよ、顔が。なんか全部変。全部変な写真、これ。何これ？誰がやったんだろう、こんなの。おかしいよな。全部変なんだよな。顔がわかんない。おー、びっくりした。ちょっと待って。いいか、落ち着け。ちょっと待って。そんなことありえないんだけど、顔が動いたように見えた、今。この自画像。それを撮ってたんじゃないの、これで。ちょっとこの部屋で待機してみようか。これあれだよね。子供の頃、高校生ぐらいの頃で大人になって、このでも順番になってんだよね。これも誰がやったのか、自分でやったのか。おかしな変な写真。これはおそらくこの自画像を撮ってる。異様な空間だよ、ここは。誰ですか？誰ですか？え？誰ですか？すいません。異様な空間だよ、ここは。誰ですか？誰ですか？今誰かいたよな。ちょっと待って、今いたよな、誰か。この階段に誰かいたように見えたんですけど、気のせい。違うか、光の屈折でそう見えただけか。ここにね、今ここに人が見えたんだけど。いや、ちょっと待って、ちょっと本当に気持ち悪いわ。こっちをちょっと覗いてるように見えたんですけど、違うんですかね。とりあえずちょっとこれまた夜来るんだけど、これ夜大丈夫かな。いや、今人いたよな。けど玄関もうあれなんていうか、もう完全に固まってしまっていて動かないんですよ。だからこの家から出るにはもうさっきのシャッターからしか無理なんですよね。
で、シャッターは、そんな無音で開けて閉めてなんか絶対無理なんで。すいません。すいません。いるわけないか。やべ、めっちゃ汗かいた今。本当に普通に人が入ってきちゃったのかと思って、空き家だし急いで見に行ったんですけど、誰もいなかった。とりあえず一旦これで、また夜になって二人と合流したらもう一回来よう。いや、きつー。これマジでよかった。夜一人じゃなくて、僕が人がいるかもと思ってそっちに駆け寄った時にはもういなくて、けどもしそれが本当に人ならもっとバタバタバタって絶対なるはずなんですよ。そうするともう答え一つしかないですもんね。もうおじがいるってことですよね。いや、写真とかも意味不明だしな。ちょっと一回戻って整理しよう。で、ビデオもおかしいよな。とりあえず一回出ます。じゃあ一旦、これで明るい時間帯の撮影を終了します。切ります。で、ここからですね、はい、本題というか、今ね、いい時間じゃないですか。まあ、そうですね。もう日付も変わろうかという時間ですけれども、今からもう一度行きます。また行くんですか？はい。いや一緒に行くんですよ。俺もね。俺も一緒に行くん。もちろん。そうです。それでまた僕一人で行くと意味わからないじゃないですか。確かに。ごめんなさい。そう。今から行きますか？じゃあ。これね、夜一人はかなりきつい。昼間だったからまだ良かったなっていう感じなんですけど。聞いてるだけでもやばそうなので。やばい。なのでね、ちょっと今から夜の部ですね。夜の部が。僕はもう昼間入ってるので、どういった状況だとか、ある程度分かっている、どこがやばい部屋なのかも分かっているので、そのあたりもですね含めて夜が一体どんな表情をしているのかというところですね。今から一緒に行きたいと思います。はい。仏壇はあるんだけど、じゃあどんな検証を行うかというと、今日こんなものを持ってきてます。懐かしい。皆さんこれ、皆さん使ったことあると思いますけど、フラッシュで焚いて撮るとマジ一瞬だけバーンって光るの。部屋が真っ白になる。それが怖いっていう。ちょっと待って。やばい、しょうがない。待って。ちょっと待って、今なんか映ったかもしれんぞ。